はい、ではよろしくお願いします。私、藤代と言います。我々のチームはですね、通信社、既存のマスメディア、私もともと新聞記者で今 NTG グループ、個人として今日は参加しています。それから大学の研究者の、合同チームです。こういう背景がありますという話をします。それはコスモ石油に我々フォーカスして、デマとマスメディアの関係っていうのはどういうものなのかっていうのをちょっと考えて、そのマスメディアの役割っていうのを、考えてみようというのが、私たちの問題意識です。一体その有害物質雨のデマの収束に効果があったのか。で、分析方法はデータからコスモを含むツイートとか RT の数を抽出して目視、我々が Excel と対峙しましてひたすら目視して、そして、デマツイートの状況を確認するというですね、一応データマイニングしつつ、目視も両方やるというやり方でやりました。これはもう出てるので取っていきます。最初のいわゆる大規模に拡散したデマツイートってこれだと言われてますと。千葉市の周辺に、住んでいる方が、有害物質が雲に付着して雨が一緒に降りますってやつですね。でその前はいくつかバラバラとそういう傾向のあるようなツイートがあるんですけど、それがこのツイートに固まって一気に爆発するという形になっています。でこれは実は類型化できるんじゃないかと思って私たち類型化しました。種ツイートって言われるのはそれ雨だとか雲だとか付着とかそういうコスモ雲みたいなそういうバラバラになっているものが種ツイートと私たち呼んでます。それからオリジナルデマツイートっていうのがさっきのいわゆるデマの発信源になったというものですね。そして引用ツイートってのはそれを引用して RT されているもの、そして改変ツイートってのはそれに何か付加して、ツイートされているものということになります。で見ていただいて分かりますけどオリジナルよりも引用と改変の方が圧倒的に広がってるっていうことですね。でちょっと見てみます。種はもう全然見えないですね。下の方にあってでオリジナル引用改変とあります。で上の方に出てるのはコスモが、ホームページに出している情報ですね。緑色がコスモ、そして青が NHK のニュースです。NHK のニュースは10時、11時、1時、2時と有毒ガスの恐れなし、そして3時50分に鎮火、有毒ガスの恐れなしと繰り返して話を実はしているんですね。しかし下を見ていたら分かるように全然デマ消えてないということです。それからアサヒコムがコスモを否定した。これが鎮火に役立ったんじゃないかっていう説もあるんですけど、もう収束している状況のところに、実は来てるっていうことですね。でそれを我々が図表化しました。こういうふうに種みたいなのがあってオリジナルデマから引用、そして改変という形でどんどんデマは広がっていくということになります。こんな感じですね。広がっていくということです。でどんどん拡散しろとか、工場勤務の方からとか厚生労働省で言ってる、そして、ミクシーからというふうにこういう何か付加されたものがどんどん広がっていくということになります。ちょっと時間があるのでどんどんいきます。後でこれは見てください。で実は半信半疑でも拡散してると結構いるんですね。これは本当なんだろうか、大丈夫かな、でも念のためみたいなものが実は結構あります。で収束の転機っていうのは、ちょっと言います。 NHK でも言ってたそうですが、これが1900ツイート、さらにその引用ツイートとして、さらに広がっていくと。同じなんですね。オリジナルツイートがあって引用してデマっていうのは広がって収束していくってことが我々分かりました。それからマスコミのこのはすごくたくさん拡散してますアサヒコムの拡散2400ツイート、それも同じなんですね。また、朝日でやってますリツイートで拡散希望ってやって引用ツイートで広がっていると。つまり朝日が出したものだけじゃ広がらなくて引用されて広がっていくっていうのが分かったということです。で仮説の検証、デマ拡散広がっている時っていうのはマスメディアの実はデマ抑制の効果が小さい。それは NHK で何度も放送しているにもかかわらず全然デマが消えてない、むしろ広がってるってことなんですね。これは他のチームでそのマスコミが報道したらツイッターが広がってるってデータがあったと言いますけど、目視で詳細に実は見ていくとそうじゃなかったっていうことですね。なので放送を何回も実はしてるんだけど届いてないっていうことです。それからマスメディアを情報源とするその打ち消しデマはあんまり拡散してない。でも収束期には、マスメディアは有効に来ている。でインプリケーション、デマは引用改変を含めて追跡可能。これはですねツイッターの特徴だと思うんですね。デマ研究っていうのはデマはどんどん変わっていくっていうふうに言われてるんですけど、そうじゃなくて非常に似たような内容のものがある。そしてデマ拡散もコミュニケーションの一種でもデマ拡散するという分からないなと思いながら拡散して、さらにマスメディア、これはさっきの Google の風間さんの、ソリューションをお答えしましょう。マスメディアは最後の取りで最後に信頼した人から最後の最後に出てきたらやっぱりあれは嘘だったんだなと思ってみんながツイートをやめるということが我々は分かりました。なので提案、まずはデマは発
金後に抑止可能だと、これがデマだと分かったら全部引用されているものなので、元のデータと非常に似たパーセントを機械的に学習して、これがデマだと追跡することができるということです。はい、以上です。すみません、ちょっと時間になります。最後のデマのリアル化防止はどうするんですか？デマのこれはマスメディアがきちんと検証した情報を素早く出すことで、デマが実際の行動に移る、例えば雨を降ってるってなったら傘を差したりですね、カッパを着るっていう人たちが出ないようにすると、デマは仕方がない、デマが実際の行動に移す、そこまではこれで止められるんじゃないかというふうなのが我々の提案です。はい、僕デマあんまり気にならなかったんですね。でというのはほとんど人がリツイートしてるの無視しちゃうであれなんですけれども、かといってその心理的にっていうのは分かるんですけど、一つだけデマが困ったなと思うのは読んでて疲れてくるんですね、こっちが。で発散してる方は非常に気持ちいいのかもしれないし、精神安定するかもしれないですけど、拡散されてる方は結構辛いんですが、そこら辺のバランスってどういうふうに取ったらいいでしょうか？多分本当に疲れてくるというタイミングもあると思うんですね。バーッと広がってるけどみんな楽しんでやってるけれども、多くの人が本当かなと思ってると。でその疲れてきてもういいかな、この情報いっぱいあるよねと思った時にぐーっとこう収束するタイミングみたいなのがあって、そこに上手に今のはデマだったんだよって、デマと知らずにこうやって拡散してるんですね、最初は。でも今のは違うんだよ、やっぱり違うんだっていう形で一気に萎えるというか、ストンって人が落ちるんだなっていうのが分かったので、それをなんか思ってなくてもいいんじゃないかなと。人がどういうふうに受け取ってるかっていうのは別として、少なくとも自分の気持ち、なんか面倒くさくなってきたっていう時にそうだったんだというと行動までいかずに手前で止めれるんじゃないかというふうに我々は考えています。ありがとうございました。